共有初めて聞いた。ずっと評論とかだと思ってた。灯油みたいじゃん。闇が深い。Very deep in the dark。Very deep in the dark は暗闇の奥底みたいな意味になっちゃうんだよね。違うじゃん。闇の深いの方がかっこよくない？超絶長い産毛があるんだけど、こんなの長いの初めて。3.5 センチ。テラメタル学園。今日は夏目さんちの英語に翻訳されてる動画のタイトルの添削をします。これはちゃんと夏目さんちからの許可をいただいているので、許可はいただいてない方はこういうことはあんまりしないように気をつけてください。1本目見てみましょう。これですね。日本語の動画が10日間、絵師夫婦が娘のために1日1ページ交換絵本を書き続けたらガチの問題作生まれてしまいましたですね。夏目さんちの動画だけじゃないんだけど、YouTube の動画って翻訳しづらいんですよ、すごく。その理由を教えます。DeepL っていうソフトなんですけど、チャット GPT の次に優秀な翻訳ソフトと言ってもいいかなと思うんだけど、Google 翻訳とかを使うよりも DeepL をおすすめします。これを DeepL にそのまんま入れると、For 10 days, an artist and his wife continued to draw a page a day exchange picture book for their daughter and ended up creating a seriously problematic work。クソ長いですね。日本語ではいい感じにまとまってるんだけど、英語になると作文書いてるのみたいな。翻訳されてるやつを日本語にするとこんな感じになってる。ある画家とその妻は10日間娘のために1日1ページの交換絵本を書き続け、深刻な問題作を作り上げることになった。悪くはないね。でもなんかめちゃくちゃ硬いね。なので、まだ正直、こういう AI とか DeepL とかは 100% 頼ってはいけませんってことですね。この文章を見て、まず文法的に1個間違ってることがあるんだけど、気がついた人いるかな？ここですね。この I draws の S ですね。ここは、私は書きますみたいな言い方になっちゃうのかな？書きましたとかの方がいいのに、ここは書きますみたいな言い方になっちゃってるから、この英文をそのまんま直すってなったら、I drew a picture book for my daughter. This is a masterpiece の方がいいってことですね。でも、これも、のび的に採点すると多分、It could be better. We drew a picture book for my daughter. It was a disaster.これでいいか。で、海外の YouTuber さんとかがよくやるのは、タイトルの中のキーワードを全部大文字にする。例えば、picture book。これでいいんじゃないかな。これの方が海外の YouTuber っぽい雰囲気が出たのかなと思います。次、この動画やります。コンビニに売ってるものだけでお絵かきします。ただし文房具は禁止。文房具が英語に翻訳するのって微妙に難しいんだよね。文房具ってね、翻訳するとステーショナリーになるんだよ。でもステーショナリーってペンとか鉛筆とかだけじゃなくて紙とかも含まれちゃうんだよ。文房具ってノピのイメージって鉛筆とか消しゴムとか書くものだけの限定なイメージなんだけど、合ってるそれ。で、画材？夏目さんちの動画を見始めてから画材って言葉を学んだ。画材を入れると art supplies とか art materials ここにもあるね。だから art supplies が一番いいのかなと思うんだよね。ノートやメモ帳も文房具に含まれると思います。あ、そうなの？あ、じゃあ合ってるわ。でもなむずっ。じゃあ art supplies にしとこう。I feel like people also do like こことかも強調する。あ、DeepL 出てる。ごめんむずっ。待って、OPS もちゃんと見るね。Drawing only with Japanese convenience store products except for art supplies。こんな感じかな。じゃあ次行きましょう。次は、この、学生のみんなにサプライズでお絵かき。あ、DeepL。学生のみんなにサプライズお絵かきの授業をしてきちゃいました。今を生きる学生さんへのメッセージ。I surprised school's children with lots of Copic markers. I became an art teacher. これはもうちょっと申し訳ないけど、言いたいことはわかるけど、間違ってます、結構。添削でこんなにバタバタできるんだ。いや、なんなら、配信してるからこそバタバタするんだよ。だって、普通に添削してたら、無言で、それだけにしか集中しないから。今は、OBS と画面と、みんなのコメント読みながら考えてるから、いつもの5倍ぐらい考えてるから大変なんだよArt teacher って日本語でなんていうの？美術か。美術の先生になりました。子供たちに画材をサプライズって言い方になりますね。ってことは I became an art teacher。 美術評論っていうの？読み方って読み方教えてくれないわ DeepL。
油？共油？初めて聞いた。ずっと強論とかだと思ってた。共油なんだ。灯油みたいじゃん。変なの。黒300色でお絵描きしてみたら過去最高に闇が深いイラストになってしまいました。黒って300色あんねん。この闇が深いがいいよね。この闇が深いをなんかどうにか翻訳したいよね。闇が深い。Very deep in the dark。違うんだよ。こういう意味じゃないんだよ。Very deep in the dark は日本語にすると、これが一番近いわ。暗闇の奥底みたいな意味になっちゃうんだよね。違うじゃん。闇の深いとは違うじゃん。闇の深いの方がかっこよくない？少々お待ちよ。なんだこれ。Oh fuck。なんかさ、虫がいて、取ろうと思ったらキーボードの中に落ちちゃって、だからキーボードひっくり返してボンボンしてたんだけど、出てこないからキーボードじゃないのかもしれない。違うとこに行ったのかもしれない。すいません、ミュートしとけばよかった。We drew with 300 shades of black and the end results were dark. これがいいかな？ Yeah, the end results were dark. 暗みたいなね。気持ち的に暗いみたいな。闇が深いに近いんじゃない？かっこよいからあり。内容を理解してのかっこいいで言ってるちゃんと。よし、じゃあ最後。これはもう簡単です。英語で赤ちゃんできましたとか赤ちゃん生まれますっていう時に言い方が大体2パターンです。一つは We're pregnant。もう一つは We're having a baby。この一つ目は私たちが妊娠しましたみたいな。日本はこういう解釈の仕方あるかわかんないけど、アメリカとか海外では男性も一緒に共同作業みたいな感じじゃん。だから実際に妊娠してるのは女性の方だけだけども、二人で一緒にしてることだから We're って言い方になりますね。では二つ目は、これは結構もう英語をある程度知ってる方は多分わかると思うんだけど、赤ちゃんが生まれますみたいな言い方ですね。この二つって感じです。妊娠しましたと生まれましたで厳密に違い表現したりしますか？そんなに意味は違わないけど We're pregnant の方が今の時代に合ってる言い方かなと思う。女性だけの話じゃないみたいな。わかるかな？言いたいこと今の時代に合った表現の仕方かなと思うので、のぴは好きかなと思います。待ってすっごいさ too much information かもしんないけど、のぴの腕の肘の内側、反対側、その腕が曲がる側のところに、腕ってさ細い産毛いっぱいあるじゃん。触っててわかんないぐらいのさ透明な産毛とかいっぱいあるじゃん。超絶長い産毛があるんだけど、こんなの長いの初めて。産毛って何？英語でラヌゴ？どんぐらいか測ろう。ちょっと透明すぎて最後の端っこがどこかわかんない。だいたい 3.5 センチ長っ！抜くのもったいない。これ多分毛抜きでやんないと途中で切れちゃうぐらい細いっていうどうでもいい話でした。